はいどうも、ゆうちチャンネルです。今回のテーマは、レクサス NX に8ヶ月乗ってみて分かった、これはちょっと残念だったなーっていう装備3選というテーマでお伝えしようと思います。過去動画にはなるんですが、NX の個人的推しの装備5選という動画も以前にアップしてますので、よかったらこちらもチェックしてみてくださいね。今回もですね、私の独断と偏見ありありでちょっと選ばさせていただきましたので、そのあたりのご理解のほどよろしくお願いします。では早速ですがやっていきましょう。レクサス NX 個人的に残念だった装備の1つ目はというと、アドバンストパークおよびリモート駐車機能になります。私が購入した時は、オプション設定とその当時なってまして、確かですね、周囲物センサー付きで44,000円だったかと思います。私もですね、その当時は、ここまでのレクサス信者ではなかったんで、そんなにね、詳しい機能内容とかは、よくね、自分自身でも分かってない中、担当の営業さんと商談させていただいてまして、こちらのオプションをつけると自動駐車機能ができますとかですね、スマホで車両操作が可能になるんですよというね、そういうお話をいただいてて、なんともね、言えない物珍しさと、そのね、近未来的なね、言葉の響きにつられて、ついつい装着してしまったオプションだったんですが、実際使ってみますと、全くと言っていいほど日常的に使わないタンスの肥やし的な機能となりました。こういった機能がついてない車にお乗りの方だったり、こういった機能を詳しく知らない方は、なんで使わないのって、自動で駐車してくれたりするんでしょ、めっちゃ楽でいいじゃん、携帯で車の操作ができるなんてなんか見た目スマートでかっこいいんじゃないのとか、そういう風に思っちゃう方もいるかもしれないですけど、そうですよね。パッと聞いた感じだと先進機能っぽくて日常的に使えそうじゃないですか。でね、私としては結果使わないわけなんですよ。こういった機能は、見るよりも実際に体験するとよくわかるんですけど、早い話ですね。そもそも自分で駐車した方が早いっていうことなんですよ。こちらも、過去動画で取り上げてますので、お時間ある方はこちらの動画もね、ぜひチェックしてみてほしいんですが、自動駐車だと、駐車にね、時間がかかってしまうんです。なんでね、時間がかかってしまうのかっていうと、車を停止させて止めたい駐車枠をシステムに認識してもらって、で、そこからどこに止めるのかっていうのを自分でね、ディスプレイから選択するんですよ。その後もシステムの音声に従って自分でシフト操作をしなければいけないんですよね。バックに入れてくださいと言われればシフトを R に入れなきゃいけないですし、なので全体的に見た時に1回の駐車にかかる時間がどうしても自分で駐車するよりも多くかかってしまうんですよね。さらに駐車枠がね、狭かったりですとか、周囲の車の止め方いかんによっては自動駐車をね、断念せざるを得ない状況っていうのもあり得るんですよ。というかですね、システム的にはギリギリまでね、頑張って駐車しようとはね、努力してくれるんですけど、そんな状況でね、システムもギリギリの状況下でやってる中、乗ってるこっちとしてはですね、周りの車にこう当ててしまわないかっていうのをね、ずっとドキドキしながらね、辺りをキョロキョロする必要があるんですよね。サイドミラー見たり、後ろどうかな、前これ当たらへんかなとかですね。そういう感じでぶっちゃけおっさんの心臓にはね、とっても悪い結果となるわけなんですよね。そしてリモート駐車機能に至っては使用する場面としてですね、隣同士の車が近くって駐車した後に車両から降りる時とか、車両に乗り込む時ですとか、そういったドアを開けるスペースが確保できない場面とかですね、あと狭い駐車場に駐車する際を想定して、車外からスマホで車を操作することで狭い場面でも快適にリモートで駐車することができる的な機能だと思うんですが、そもそもですよ、自分が降りられない、その後も乗り込むスペースがない駐車スペースに誰が車止めると思いますか？私にはね、そんなドアを開けるスペースもないような狭い駐車枠に車を止める行為自体がそもそも理解できないっていうか、特にね、私はドアパンチ敏感おじさんでもありますので、周りにね、車がいない離れ小島に止める癖が日常から染みついてる兼ね合いもあってですね、そんな危ない環境下に愛車を止めたりしないんですよね。
で使い方は人それぞれですし、今お伝えした使用用途以外でも有効なね機能の使い方なんかはあったりするかもしれないんですが、少なくとも私には無縁の機能でしたね。あとリモート操作するのにスマホの画面を一定時間こう指でねくる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 とずっとね回さないと車両がこう動いていかないんですよね。それプラス車両の周囲数メートルの範囲に操作する人がいないとそもそも操作がねできないので、ちょっとね使い勝手が悪いんですね。傍から見たらあれあの人何やってんだろうなってそう思われそうな気がします。で多分レクサス車じゃなくても、こういった機能は他のね輸入車メーカーさんでも先陣切って導入してきてるんではないかなとは思うんですが、私が今まで生きてきた中で、こういったねリモート駐車機能を日常の駐車場面でやってる人っていうのを未だにね私自身見たことがないっていうのも、実際にはちょっと使い勝手悪いんだろうなと、そういうふうに思わせてしまう要因の一つかなとも思います。ただしかしですよ、この2つの先進機能はちょっといまいちなんですが、アドバンストパークとリモート駐車、この機能をつけることによって付帯されるもう一つの機能、周囲静止物センサー、これはね優れものだと私は思います。なんならこの機能をつけるがために上のグレードを検討してもいいのかなと思わせてしまうくらい、この機能はね優れていると私個人は思います。この機能がついていると、車両のね側面にもセンサーが追加されますので、駐車ですとか出庫、あと道路脇のお店に入る時とかですね、縁石とか見えない障害物とかでガリってやってしまう、そういったガリ傷を負うリスクを極限まで低下させることができるからなんですよね。で私も実際これに何度か救われた経験っていうのがあります。でただこれ止まる時っていうのは緊急ブレーキみたいな形で車両が停車しますので、ブザー音と合わせてですね、液晶ヘッドアップディスプレイ、あとナビ画面に大きな文字でね英語でブレーキって表示されて車両がね緊急停止しますので、ちょっとね乗ってる本人としてはビクンとはすると思うんですが、この機能のおかげで余分な修理費用がなくなると思えば、安いものだと思います。あと、つけているっていうその安心感ですよね。運転してて、どっかで吸ってしまう前に車両が止まってくれるっていうね、そういう心のゆとりができるっていうのは大きいですね。で、ちなみに補足情報なんですが、今年の年次改良をきっかけに、この周囲静止物センサーが付けられない車両っていうのは、350H のベースグレード、NX250 バージョン L、それと NX250 のベースグレードとなってます。NX の350ガソリンターボモデルに関しては周囲静止物センサーはつけることができるんですが、リモート駐車機能はつかないということです。リモート駐車はですね使わないことがほとんどだと思いますので、全くその辺は影響しないかなと思います。皆さんはアドバンストパークですとかリモート駐車使ってますか？よかったらコメントで教えてください。続いて NX の残念だった装備2つ目はというと、Hey Lexus になります。そうです。レクサスの音声認識機能のことですね。こちらの機能についても、過去動画でね、一度取り上げてはいるんですが、以前公開した動画ではですね、音声認識が成功した事例ばかりをね、ギュッと詰め込んだ形で、検証結果として報告してますので、あの動画だけを見てしまうと、結構やるじゃんみたいな。トヨタレクサス結構やるじゃないかって思いがちなんですけど、実際はね、そんなことはないのかなと思います。確かにアンビエントライトを変更したりですとか、人気の観光スポットへの目的地設定、オーナーズデスクへの呼び出し、エアコンの温度調節ですとか、曲のスキップとかですね、使い勝手自体は悪くはないんですけど、私の滑舌のせいなのか、Hey Lexus、どこどこまで案内してってお願いすると、時々ね、全然違う目的地をね検索してくださったり、挙句の果てにはですね、冷静な声で「すみません、よくわかりません」却下されるんですよね。なんなら NX ちゃんの機嫌次第ではもう少し声のトーンを上げてお話しくださいみたいな感じで強めの声でね逆ギレされたりするんですよね。で私的にはね毎回ねその返答を聞くとちょっとねイラッとするんですよね。
一応音声対話機能の使用機能一覧も載せておこうとは思うんですが、今ご覧になってる内容が NX の音声対話機能で使える機能となっているみたいです。レクサスやトヨタの新型車両にお乗りの方どうですか？音声認識の精度に満足されてます？日常的に音声をね多用している方っているんですかね？その辺ね、輸入車の方がこの辺りの AI 機能の精度ですとかユーモラスな返答とかは優れているかもなって思いました。で、全くね使えないわけではないんですが、この辺りは長い目で AI 技術のさらなる発達と OTA でのアップグレードを気長に待つしかないのかなと思います。少なくともですね、携帯のSiriレベルまで機能が向上してこないと普段使いとしてはちょっとしにくいのかなと思いました。そして最後になるんですが、私の思う NX の残念だった装備3つ目はというと、オートブレーキホールドとなります。皆さんもオートブレーキホールドに関しては説明不要ですよね。停車中ですとか渋滞中にね足がつりそうになるのを予防してくれる快適機能のことです。で、この機能を装備してて日常的に使ってない方ってほとんどいらっしゃらないくらいね、皆さん当たり前に使ってる機能じゃないですか。で、機能として見ればめちゃめちゃ快適なんですけど、そのね仕様がなんとも残念な仕様なんですよね。この機能は NX にももちろん標準装備されてるんですが、いかんせんですね、昨今のトヨタレクサス車はエンジンをかけるたびにこのオートブレーキホールドのボタンを押さないと機能が使えないという、そういう仕様になってるんですよね。しかもエンジンを切るたび、エンジンをかけていてもシートベルトを外すたびにシステムがリセットされてしまいますので、その都度ボタンを押さなければならないんですよね。で、これが私的にね毎回地味にめんどいなって思ってたんですよ。で、他のメーカーの車とかですとオートメモリー機能がついている車種もありますので、個人的にはですねレクサスもメモリー機能付きにしていただけるとすごく良かったのになーって思います。運転する際は毎回押す機能なんで、このね押すっていうこのワン動作がなくなるだけで結構快適にね走り出せると思うんですよね。というかですね、私の場合はもうね毎回押すのがもう面倒なのと、うちの妻は妻で毎度ね押し忘れて運転してて、で信号待ちになって停車した時にまた押し忘れてたってね、毎度同じ光景が続いてたっていうのもあって、もう私が DIY カスタムでオートブレーキホールドの自動オンにするそういう仕様に変更をしました。一応こちらもですね、過去動画で取り上げてますので、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。取り付けてまだ4ヶ月余りなんですけど、未だにね、不具合とかはないです。で、製品もそこまで高額ではないですし、本付けできますので、比較的 DIY としては簡単な部類に入るんじゃないかなと思います。で、心配な方は、カスタムショップとかに製品持ち込んで取り付けてくださいって言えばですね、そこまで高額な工賃取られることなく取り付けてもらえるのかなとも思いますので、車両をね傷つけてしまうのが怖いっていう方はね、専門の方に依頼するのもありなんじゃないかなと思います。で、機能の内容としてはですね、シートベルトを締めるとオートブレーキホールドが自動でオンになる設定となってます。で、シートベルトを外すと消えるという、そういうシステムですね。で、これはボタン一つでまた純正状態にすぐ戻すことができますので、車検もしっかり対応している製品となってます。で、この製品を取り付けてますので、今現在は、そのオートブレーキホールドのね、不満っていうのは解消されてるんですが、納車されてね、しばらくずっとこの思ってたっていう、そういった不満でしたね。で、私が使っているカー用品ですとか、カスタム用品なんかは、すべてね、概要欄にリンク貼ってありますので、ご興味のある方はぜひそちらも一緒に覗いてみてください。ということで、今回は私が NX を日常的に使用して分かった残念だった装備たち3選という、そういったテーマでお伝えさせていただきました。とは言ってもですね、NX に対する不満はもうほんとね、これくらいなもんで、基本的にはね、めっちゃくちゃ満足してます。もう買って後悔っていうのは全くしてないです。というかですね、買ってからもう自分のモチベーションはね、上がりまくりなくらいで、本当に NX ってね、いい車だなっていうのは日々感じてます。
NX オーナーの皆さんは個人的に思う不満だったりですとか残念な機能とかってありますか？よかったらコメントで共有お願いします。このチャンネルはですね、レクサス関連を中心とした様々な比較系動画ですとか、車好き会社員のたわいもないラジオ動画を、自由気ままに配信しております。よかったらですね、チャンネル登録、いいねで応援お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。